48の歌詞について語ろうというわけでですね、文芸評論家の三宅佳穂です。私は秋元康さんの歌詞だけでカルタを作ってるんですよ。そんなものがあるんですか？てかカルタって自作するもんなんですか？はい。編集の吉田さんとお送りしてるんですけど、吉田さんも私も結構アイドルオタク、歌詞が私は好きでね。継承略だと怒られるかな。まあでもこの動画は継承略ということで、はい、行きましょう。万が一秋元康さんの関係者の方が見られても、ちょっと継承略なのを許してほしいです。夏目漱石みたいなもんですよね。というわけで、秋元康氏の歌詞が私は好きなんですよね。本当に大量の歌があるので、本当に大量の歌詞があるんですけど、いいねって思うような歌詞が多くて、っていうのを集めてたら50音になったんですよね。それ50音集めるモチベーションはどこから来たのかっていうのと、なんかいろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけど、なんかまず前提として多分、紅白歌合戦の審査員なさってた時に、乃木坂46後に、乃木坂を好きなんですよねみたいな感じで振られた時に、三宅さんはすごいちゃんとテレビの尺に合わせながら、その解釈も踏まえて、すごく早口で、秋元康さんのセームナンバーの歌詞が、ここがすごいという解説をしていたという。してたんですよ。私も友達から、あの尺で歌詞についてあんなに言及する審査員初めて聞きました。紅白歌合戦史上初めての出来事が起こったわけですから、それぐらい秋元康の歌詞が好きと。てか歌詞を見ちゃう感じで。アイドル好きな方っていろんな切り口があると思うんですけど、私結構やっぱアイドル歌詞が面白いんですよ。見ててねって思ってますね。だから三宅さんも AKB もうドンピシャ世代で、そうですね。でなんかすごい AKB と伴走しながら青春時代とか今まで過ごしてきたっていうふうにおっしゃってましたけど。マジでそうで、紅白で前田ちゃんの頭が小さすぎて、もう、何って思いながら、スタイルの人がやばいみたいな感じなんですけど、そんなことを語り出したら止まらないんですけど、48グループとか、坂道グループとかも歌詞が好きで、48グループだけの歌詞カルタと、坂道だけの歌詞カルタっていうのを作って50音順に並べて、ふふって一人で話し合って。それ別に友達と遊ぶわけじゃない？ないです。ただ、何々、何々っていう歌詞を集めたっていう。僕のイメージは、大学時代のその AKB とか、坂道好き仲間で、各々で作って、カルタをやってた話かと思ったら、自分で、あいうえお順で集積をしているという。いるだけで、本邦初公開結構。どっから聞けばいいですかね、この話。そうなんです。というわけでね、私が歌詞の話をしたいので、ちょっと吉田さん好きな、ひらがな言ってください。チャンネル的には、三宅書店のミーで。確かに。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる。マックス時315号。NGT の曲ですね。はい、NGT の。これ本当に名曲で、なんか、マックス時315号って、NGT っていうアイドルができた時に、なんかデビュー曲の前の曲なんですよ。で、その時に新潟の女の子たちが集まった時に、安氏は何を書くかっていう風になった時に、故郷に結婚相手を連れて行く時の女の子の歌詞っていうのを作ってるんですよ。まあだから新潟に結婚相手を連れて行くっていう。そう。新幹線。そう。で、マックス時315号っていうのは実際にその電車なので、そこにさ、行く時の振り返る感じの歌詞なんですよ。だから、それでね、未来は思ったより優しいってすごいなんかいい歌詞だなと私は思ってて、これからそれこそいろんなことがある、まあね、アイドルの子たちに向けて、しかしさ、なんか、デビューした曲ですよ。デビュー曲で、故郷に結婚相手連れて行く時の歌詞を与えるっていうのが、狂ってると思うんですよ。いや、そうですよね。発想が。やばって思うんですけど、でも、この曲を、やっぱり、卒コンで聴くと泣くわけですよ。この子がいなければ新潟のホールに来ることもなかったな。号泣オタクみたいな。卒業の時に聞くと同時に、そのデビューの時からの歩みを思い出すわけですよ、オタクは。やばいですね。そういう仕掛けなんですわっていう。例えばそのデビュー曲聴いた時に未来の話じゃないですか。アイドル始めた子にとっては。で、それで未来を思ったよりも優しいっていうのは、今から見た未来も優しいかもしれないし、未来から見た時点で優しかったよって言ってるようにも聞こえるし、卒業する時には、そうなんです。なんかもう未来のこともこれまでのことも、そうなんです。いろんな時間がその曲の中に詰まってるっていう。そうなんです。大変なことがあっ
で、その大変な時をやってる時も、いやでもまた未来はきっと優しいから頑張ろうって思えるわけじゃないですか。だからなんかこう、秋元康さんの歌詞って、どっちかっていうとタイトルの面白さとか、歌詞のだからキャッチコピー力みたいなイメージって一般的にあるじゃないですか。確かに。だからこう、アイドルと重ね合わせた時に、なんか観客がどう思うかとか、歌ってるアイドルがどう思うかみたいなのの、なんか何重にもこう、映されてる感じっていうのがなんか、すごいですね。しかもこうなんか雪とか使わずに、マックスと315号の最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街っていうところがあるから、ちょっと雪国とかやっぱり連想するわけですよ。それで雪っていう単語使わずにやってきて、最後の最後に深い雪もやがて溶けて大地は新しい芽を出すって言ってるあたりが、はぁ、みたいな、すごいよっていう気持ちになっちゃうんです、ね。いや、なんか、すいません、なんかちょっとこう、ふって鼻で笑ってて、すいませんでした。なんか、カルタ一人でみたいな反応してて、すいませんね。考えながら、やっぱミワでもマックスとき315号だよな。あー、へー。好きなひらがなどうぞ。逆に、は何？はい、はですね、朝のターミナルは人の運の出し入れ、摩天楼の距離っていう曲なんですけど、これ何の曲かっていうと、ニューヨークのその摩天楼に、まあ毎日そう見ながら、こうなんかデビューを目指してるみたいな、女優のデビューを目指してるみたいな、なんかアメリカが、ニューヨークが舞台の歌詞なんですよ。最初もなんか走る長距離バス目指すニューヨークシティっていう。本当に窓の空の向こうに何が待っているだろう。夢の踊り子が生まれた街を飛び出すように都会に憧れたっていうところから、ブロードウェイのね、スポットライトをね、目指してる女の子に対してどれだけの失望と涙を引き換えにするつもりか、神様彼女にご加護ってところから始まるんですよ。すごい！佐野元春とかの歌詞？そうなんですよ。なんかそこを弾いてるんだって。だから、アイドルが、こう、目指して、ブロードウェイ目指して頑張るぞっていう、こう、子に擬態するんじゃなくて、それをまた弾いた視点なんですよ、これ。AKB 劇場に立ってる。そう、劇場に。48グループの子たちが歌う。チーム A が歌ってるんですよ。で、その中で、その私が言ってる朝のターミナルは人の運の出し入れっていう歌詞が、なんか、人の運の出し入れって、すごないみたいな気持ち。やばいですね。やばいですよね。だからニューヨークで、その毎日、いろんな人がニューヨークにやってきて、で、しかもなんか背中丸めて帰る未来を失ったものとか言ってるので、みんな失望しながら田舎に帰ったりするわけだけれども、これから摩天楼にやってくるこの子たちは、どんな運命が待ち受けてるんだろうね、神様はご加護って言ってる歌詞なんですよ。人が成功するか失敗するか夢を持ってやってくるってことを運の出し入れっていう。そうなんですよ。摩天楼の距離で AKB チーム A のその劇場曲っていう、このなんかね、組み合わせが私めっちゃ好きなんですよ、ね。そうですね。そこから、なんか飛躍してそのニューヨークっていう夢、金みたいな感じっていうのをさらに引いた目線で見るっていう、そうカメラの置き方がすごいなっていう感じがしますね。なんか神様ご加護って言ってる、そのなんかナレーションみたいな感じの視点って、歌詞って普通一人称だと思うじゃないですか。そうですね、超三人称なんですよ。そこが好きっていう。いやー、これすごいですね。全然こう AKB のある程度どういうグループか知っとけば、これをもとになんか、こういう曲あるんだって発見になりますね。本当にそうなんですよ。じゃあ次は、YouTube なので、夢はいつも儚く終わり、残像と後悔が輝いている。よくないですか？これプライベートサマーっていう曲で、プライベートサマーって、ショールームで、こう配信をみんなしてるんですよ、ね。で、なんかのタイミングでショールーム選抜みたいなのができて、ショールームでの配信を毎日頑張ってる子たちが集められたグループみたいな、グループというか、まあその時の曲っていうのがあって、そのセンターの子が大西桃香ちゃんっていう朝5時の女って言われてた、なんか5時から毎日配信するっていうのを頑張ってやってらっしゃった子なんですわ。で、その子が、ショールーム選抜ねって集められた時に、プライベートサマーっていう、自分しか見てない彼女の夏っていう、ショールームだからさ、プライベートなわけですよ。そうですね。はい。だからその個人の配信を、オタクが見るっていう歌詞もう一回聞いてもいいですか？その文脈をした上で。その文脈で、そうなんですよ。夢はいつも儚く終わり、残像と後悔が輝いているプライベートタイムっていうので、要はその、ショールームさ、終わったらオタクは現実に戻されるからさ。そうか。もう消えた時の。消えたら、もう残像と後悔。
インターネットあるあるみたいなので、スマホが急に暗くなった時に自分の顔見えちゃうみたいな。そうなんですよ。それをアイドルへのこう推しの気持ちと、推してる自分と、その子の現実みたいなのをこう、めちゃくちゃかっこよく書いたという。そうなんです。だからプライベートサマーっていうので、ショールーム選抜で、サマー楽しむ話なのかなって思うじゃないですか。でもこの二人ね、別れてるんですよ。もう、てかうまくいかなかったんですよね。僕たちの関係はどうなるんだろう。なんかこうとか、なんか君も夏もどこかに行ってしまうとか言ってるので、まあ、夏にちょっと振られてるんですよ。そういう感じで、夢いつも儚く終わっちゃう。で、最後僕たちでは思い出に迷い込んだプライベートサマーって言ってるので、思い出に迷い込んじゃうんですけど、でもわかる、オタク、ショールーム終わった後そんな気持ちになるってすげえ震えました。大西桃さん、奈良出身でね、いろんなこう都道府県から集められたそう奈良の子で可愛いんですよ。プライベートサマー好きなんだよな。もう一つ、ちょっと、湯の横にあったよなんですけど、良くない噂をされたって炎上上等よっていう歌詞で、法定速度と優越感っていう、これ本当にやばい歌詞で、法定速度と優越感は、アンダー17選抜、めっちゃ若手の、その次世代エースみたいな感じが集められた曲だったんですよ。で、何を歌ってるかっていうとね、前を見れば長い列何キロ続くのかっていうところに、渋滞が起きてる。そこにね、出会って恋をしてドライブしただけなのに、横入りだってブーイングされるっていうところから始まるわけですよ。でも、まあそんな良くない噂されたって炎上上等だし、法定速度を守ってもしょうがないじゃん。優越感持ってやってこっていう曲なんですけど、それを次世代エースに歌わせるっていう。キャリアを積んだ神セブンぐらいの人のソロ曲とかなのかなって一瞬思ったら、アンダー17選抜でっていう。だから要はその、アイドルオタクの皆さんわかると思いますが、運営に押されて、なんであの子ばっかり押されるんだって言われてる子たちに、法定速度と優越感を歌わせるっていうのがどうなんだって思いつつ、歌詞ってこういうことですよねって私は思ったりするわけです。なぜなら、歌詞ってそういうのが好き。私は本当に。なんかすごい AKB の歌詞って歌ってる子たちへのなんか未来予言的な機能をすごい果たしてるなっていうので。そうですね。いや本当にそう。で、今見たらこれ結構最近の曲なのかなと思ったら2017年っていう。確かにこれも2017年ですね。だから今だったらこうしっくりくる歌詞ですけど。確かに。でもこれゆいゆいとか歌ってるの聞くと泣いちゃうな。なんかゆいゆいがまだ出たてですごい人気出てるこの子みたいな感じだったんですよね。小栗ゆいさんが。今やもう大センターです。そうですよね。ゆいゆいがこんな今法定速度と優越感言ってると泣いちゃうよっていう感じですよね。次は、なぜ旗のなで。なで、夏の前、梅雨が明けてしまう。いい歌詞。これはシンプルにいい歌詞なんですけど、夏の前っていう私がすごい好きな曲があって、で夏の前、梅雨が明けてしまうっていう歌詞に対して、なんか HKT の曲なんですけど、これ、夏の前っていうのめっちゃ良くないですか？つまり、その、梅雨が明けて、かけの時。で、梅雨終わり、夏の初めじゃなくて、夏の前なんですよ。こっから夏が始まるんです。梅雨と夏の始まりの間にある。そうめっちゃ良くないですか？いい。ですよね。とてもいいですね。とてもいいですよね。もうね、本当に各段夏の始まりとか言っちゃう凡人だからみたいな気持ちになって、前と思って。HKT って結構こう、可愛い子で、ちょっと少女っぽい子が多かったんですよね。で、その当時。で、その感じもあって、なんか、好きな人はいるのって聞いてしまってから、相手とちょっと微妙な距離になっちゃったりして、このまま卒業すんの？待って、なんか何もないもん終わるの？とか、梅雨が明けてしまう、これから夏が始まるのどうしようみたいなのを夏の前って言ってるんですよ。すごい。超良くないですか？だからなんか別にはっちゃける意味の夏の前でもないっていうか、そうなんですよ。何起こんのこれからみたいな。僕は急に臆病者って言ってるの臆病になっちゃったタイミングなんですよ。この主人公かわいそうで、一緒に帰ろうよ。毎日って君が言ってきたんですけど、だから役割だと思ったけど、で、うまくいくかわかんないけど、でもなんかちょっとこう、あんまりうまくいかないかも、なんかちょっとひよっちゃうかも、みたいな感じで、なんか、頑張れみたいな感じちょっと君みたいな感じの、なんですけれど。でも、あれですよね。秋元康が書く学生っぽいラブソングって、距離感がぐちゅぐちゅするバリエーションがすごく多いですよね。すごく多い。てかいろんなマジでなんか恋愛のこの距離のそこ切り取るんやみたいに思った私がすごい思った歌詞があって、それがまなみ姫っていう曲があるんですけど、へで入れてたんですけど、部屋に運び込んだデンマークのソファ、片隅置くには大きすぎたって
っていう歌詞なんですよ。でこれだけ聞くと分かんないじゃないですか。うん、でもこの天神姫っていうのはすごい歌詞で、当て書きなんですね。渡辺美幸ちゃんっていう子に当て書きをしているミルキーと。そう、ミルキー、いわゆる。ミルキーがいろいろあったタイミングがあったわけですよ。で、その時に、書いた曲で、天神姫の、最初がね、さっき言ってた、部屋に運び込んだデンマークのソファー、片隅奥には大きすぎたっていうところが始まって、つまり、二人はこれから同棲を始めて、で、しかも付き合い始めてから2年らしいんですよ。そっから同棲をね、始めるわけですよ。そこに、デンマークのソファーを買ったがいいが、若干大きい。で、店先で見た時には、マジ運命感じたんだけれども、実際置いてみると、ちょっとなんか大きすぎるかもってなったっていうところから始まって、恋愛してすごい最初から運命感じてたのに、ちょっと最近倦怠期かもみたいな感じの関係を描いているんです。なんかちょっと手に負えないかもみたいな彼女のことをって言ってる男の曲なんですわ。不一致が始まるきっかけをデンマークのソファーが大きすぎたっていうので、最初運命感じてたのに、部屋に置くと違ったねって言ってるんですよ。で、ここで言いたいのが、ミルキーって、サイズ測らずにソファーとか買いそうなんですよ。なるほど、なるほど。これね、ちょっとファンだから言わせてほしいですみたいな。なんか、デンマークのソファーかわいい、すごいなんかいいじゃんって言って、なんか買って、大きすぎたみたいな、ありそうしちゃうみたいな気持ちに、ちょっと個人の意見ですって、出してほしいですけど、本当にありそうって思うの。キャラクターも含めて。わかるわーってなるっていう。オタク一同わかるわーってなるっていう。いや、だからなんか、あまりにも、距離感とか、恋愛のすれ違いみたいなのの描き方、個別具体的だから、めちゃくちゃおもろいんですけど、グループとか、メンバーとかのキャラクターに乗せるから、割とポップに普通に聴けちゃうみたいな。そうなんですよね。でもこれすごいですね。歌詞だけ取り出すと、本当に変なんだなっていうのがわかるんですね。これが AKB 歌詞カルカッタか。すごい。48歌詞カルタ、そうなんですよ。すごい。48歌詞カルタすごいっすね、これ。すごい嬉しい。すいませんでした、なんかちょっと意味わかんない顔してて。最後、引っ越ししましたの話だけしたのに。はい、もちろんです。引っ越ししましたっていう曲があってですね、バージョン違いのいろんな関係性を描いているっていうところなんですけど、そうで、そんな説明じゃ君は迷うかもね、左側にクリーニング屋が見えるっていう歌詞があるんですよ。引っ越した時に、初めて彼女が遊びに来るっていう歌詞なんですよ。彼女がこうやってくる時に、このマンションだけど、新しいワンルームの部屋が見えて、彼女に遊びにおいでよって言ってるんですけど、その時に、君がそばにいない現実に慣れてきたんだって言ってて、つまり、自分のね、すんごい好きなんだけど、別れちゃって、未練タラタラっていう曲なんですよ。それをね、そんな説明じゃ君は迷うかもね、左側にクリーニング屋が見えるって言ってるってことは、この説明だと方向音痴だから、迷うだろうなっていうのを分かってるわけですよ。で、クリーニング屋が見えるよって、だからそこを東に曲がってとかの説明じゃないんですよ。地図渡して終わりとかじゃなくて、クリーニング屋の横だよっていうふうにこう言ってる。そこで関係性が見えるじゃないですか。だから、女子目線からすると、方向音痴であることを若干見くびられつつ可愛いって思ってる、そういうところが嫌だったんやみたいな気持ちになるんです。文脈がありすぎて分かる方には分からないみたいな感じになると思うんですけど。でも何層にもこう、読み方ができる大名曲を引っ越しました。見てほしい歌詞を、そして聴いてほしいいい曲だから。すごいな、これ。なんか。っていうのを50音やって楽しんでるっていう遊びを。やばいですね、それ。でもこれ今7個ぐらい紹介して25分なんですよ。多分50音紹介しきるには、多分7倍の時間が。そうですね。まあだから多分160分ぐらい必要なんで、これはなんかもしかしたら、48カルタを発表するだけのライブみたいなのをやった方がいいかもしれないと僕は思いました。確かに。あと坂道バージョンもあるので、坂道あでもかける2も。坂道、いや、聞きたいな、これ。坂道もどっかで撮りましょう。そうですね。この動画が再生回数5とかになっちゃってますかね。私とさんが確認して、なんだかしかるなんかあれみたいな。全然再生されないみたいな。あるかもしれない。
皆さん再生数を回してください、これを続けるために、全部発表するために。はい、よろしくお願いします。というわけで、私は48の歌詞も、秋元康さんの歌詞がおもろいと思っている。本当当て書きとね、もうね、場面設定を、秋元さんの歌詞はと思ってますね。というか、なんかやっぱりアイドルの歌詞って、そこを楽しむ文化ですよね。わかる、そうなんです。指原さんには指原さんの歌詞がやっぱりこう、いいっていうのがあるし、つんくさんにはつんくさんのがあるしっていうね。そこが楽しいですよねっていう、こんな趣味に走ったちょっと動画撮ってよかったんだろうかというのは若干不安ですが、ぜひなんか好きな歌詞があったら、そう、アイドルに限らず教えてください、コメント欄で。はい。なんか、このグループのこの歌詞が注目してくださいとかあれば、コメント欄が頼りです。頼りです。確かに YouTube で学んでいくやつね、とってもいいですね。そうですね。確かに確かに。というわけで、ぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。では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 。